こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は地上探索会でした。ようやく気にしてた広域地図1枚目は隅々まで探索完了しました。何もめぼしいものはなかったけどね。探索自体が目的だったのでいいんです。いいんだ。あとはダイヤツル橋の村で、ドロップ増加3が取引可能になったのですが、何かこの企画で有効活用できないかと悩んでいます。ひとまずエンダーパールとウィザースケルトンの頭集めて、あとはもったいなくないよう取り計らったら？拠点のインテリアにするということですね。わかります。さて、溜まった経験値を何に当てましょうか。早めにシャベルを効率強化法に引き上げたいですが。でも次の地上探索に備えて落下耐性法も欲しいです。いや待てよ、本のエンチャントで出るかも。またありえないレベルの期待を抱くし。もちろん念のためです。出るわけないことは分かってってと言ってもワンではさすがに。結局、弓もシャベルもエンチャントはいまいちだったのでブーツを新調しました。ブーツはエンチャント全部つけたいところですが、まあ耐久力3ならまだスルーです。そして結局本の追加付与にかけてみることにしましたが、またいらない本を取得してしまいました。この分なら企画終了までに全種類のエンチャント本が揃いそうね。正直コンプ目標にするくらいしか使い道がありません。家庭用エンダーチェストで忘れ物を確認し、では GO です。と思ったらトロッコが私を忘れ物です。忘れていいのは静止がかかった時のあれだけよ。それめちゃくちゃ危険な状況です。さて31周目に突入したらすぐダイヤがありました。幸先いいなと思ったら1分もしないうちにまたダイヤ。そういえば1周前にいつもの高さの廃校を見つけてました。久々に廃校地図の更新です。安全確保後に手持ちの地図で位置を確認し、以前の拡張なしの地図上に印をつけてみるとこんな感じになりました。まだまだこんなところまで伸びていたのね。縦軸ではもう124メートル離れてます。さすがにそろそろ尽きると思うのですが。さてこの31周は、かつてないほどダイヤが好調でした。次から次にダイヤが出る。金を掘ってもダイヤが出る。もうワンスタック超えてるのにまだ出る。周回終了直前でもダメ押しで出る。で、94個の大収穫でした。この1周では期待値の2倍以上です。まあそれでも目標数の 1% に満たないけどね。四捨五入すれば届きます。そして続いて32周目終了。ダイヤラッシュの反動が来てしまいましたが2周トータルでは十分期待値オーバーしています。やっと500個超えたわね。さて拠点に戻って早速エンチャントですが、シャベルの効率強化3が来ちゃってます。手持ちの3と合成して4に引き上げれば、砂利採掘もハイスピードになり、快適なブランチマイニング生活が待っているのですが、何を躊躇しているのよ。うまい話には幸があるものなんです。裏じゃないんだ。やっぱり、あまり修繕コストに影響しなければいいのですが。まあともかく、次のエンチャントはツルハシで効率強化法が出たのでポンと。あっさりね。耐久力3のみのツルハシが3本余ってますからね。さてさらに次のエンチャントですが、さすがにこれには驚きました。テリー、これはまずいわよ。メサが出なくなるわよ。探しません。ただ、落下耐性法を手にしたのになんでまだ地下にこもったままなの、などという世間からの風当たりが強くなるのがちょっと怖いです。さてやることはまだあって、上位の金リンゴの5つ目を作りました。実は精錬の完了を待てばもう1つ作れます。
で、精錬待ち時間に一段階拡張の地図を並べて眺めて暇を潰していたのですが、ちょっと下向きで見えづらいわね。この後、事件が起きました。もしかして紛失したの？とりあえずこれ以上なくさないよう、残りは額の貼り付いたブロックごと回収。そしてなくした1枚は矢探ししたのですが、石を掘りながら矢探しというのは新しいわね。結局この辺で諦めました。しかし一体地図はどこに行ったのでしょうか。テリーの心の中よ、ある祝い袋の中ね。食べてないです。というわけで、これで保存してた赤のリンゴは残り一つになってしまいました。最後の一つを使い切った時、テリーは死ぬのね。死にませんけど、リンゴ狩りに地上に這い出ていきます。さて精錬で貯めた経験値でまたエンチャントです。もうツルハシでいいやとでいいや。またあっさりね。さてここからはカナドコターンです。まず薄い幸付きの効率強化法。次の修繕コストが楽しみね。まだこのバージョンでは計算式が割り出せてないんです。サンプル不足です。そして採掘用ツルハシの片方、これは2回目の修理です。もう1本はまだ耐久が残っているので尽きた頃に。で、先ほど2本新たに得た効率強化法はこのまま破損寸前まで使います。そして保存してた耐久力3、2本と合成すれば、採掘用ツルハシが計4本になるんです。修繕コストが高まることを考えるといくらあってもいいわけね。何本まで作るのよ。カナドコ計算式が割り出せたらそれがわかるんですが、まあそのうちです。さて33週に突入する直前に失った地図の作り直しです。埋め直さないで済むのが幸いですが、やっぱり物悲しいです。なんであの時地図飾ってしまったんだろ。それよりこういうことがあるのなら、前作でビーコン紛失してた可能性あったわよ。さて風車型再開して3分というところですが。来たスライムです。あ、ドロップ増加3があれば。この用途は忘れてました。作っておけばよかった。さて少し掘り進んだところで音が大きく、掘り出しにかかります。問題は音では判別できないスライムの Y 座標、つまり高さですが、いつもの高さから下にはほぼ洞窟がないので上の方を目指して掘り進んでます。なぜか見つかりません。勘が鈍ったの？仕方がないので縦横に掘ってスライムの音が大きくなる水平の位置を特定したところです。上に洞窟がない、となると、一つ大きな勘違いをしていました。地下のスライムは明るいところでも、さらにブロック一つ分の場所でも湧くのでしたか。風車型の掘った後に湧いてたのね。さて、これでやっとリードが手に入るわけですが。また一つ、地上探索をしない言い訳が解消されたわね。さて風車型に戻って5分後、ごつい溶岩にぶち当たりました。案の定地下に生成された溶岩池です。溶岩をコツコツ埋めていたら、やたら深くて丸石がそこまで届かない場所がありました。ここまで深いのもあるんですね。まあ少し面倒なだけなのですが。そういえば、効率強化法まで引き上げたシャベルの方は随分と快適になりました。ハイスピード採掘できているわね。しかし私、今までハイスピード採掘シャベルを使わないで長年ブランチマイニングしてきたわけで、つまりは4まで引き上げたことが多分なかったんです。マイクラでまだやったことないことがまだまだあるのでしょう。つくづく思いました。素手で廃鉱を掘り当てて喜んでいる場合じゃなかったわね。さて1分進むと洞窟の水流です。ぼちぼち水流に出くわす回数が増えてきたので、水中系エンチャントの完備も意識し始めています。結局全部の有用エンチャントが欲しいんじゃないの？いずれネザーに行くときは防具エンチャントの使い分けも考えています。さて、誰もいませんよね。今のうちにこそっと。挙動がまるで泥棒みたいよ。
それからすぐ、金を回収してるところで危うく罠から逃れました。盗難防止セキュリティシステムに触れちゃったのね。おかげで鉱石一つは溶岩で消失し、また一つは回収面倒だったので見逃しました。まあ金はいいです。どうせ余るし。さてさらにまた洞窟を掘り抜いたのですが、これは厄介です。水せき止めるのに多分足取られるし、それにモブがいるわね。もう一つ、縦に伸びた洞窟はクリーパーが降ってきて落下即自爆することがあるんですよ。まあ地下峡谷もですけど、できる限り警戒しないとなりません。今よクリーパーかもん。めったには、まさか水を突っ切ってくるとは。ちなみに2体いたのですが、私がプレイ中に認識してたのは左に回り込んだクリーパーだけです。でも、特に問題ありませんでした。さて33周目終了。取れたダイヤは約1スタックです。このまま次の周回に進みます。で、また水流のある洞窟を掘り抜いたのですが、今度の水流はさっきよりもっと厄介です。確かに水中系エンチャント欲しくなるわね。2分粘ってもどうしようもなかったので、脇から上に登って洞窟に突入したのですが、最近しばらくトントモブと遭遇しなかったのですが、ここぞとばかりです。コウモリを弓で撃ったの初めてかも。随分かかったわね。まああとは洞窟で雲を掘り抜いた程度で、つつがなく34周目も終了し、ダイヤがやっと立ったじゃない感じの数になってきました。あとダイヤは9378個ね。さてリスポーン拠点に戻って早々欲しかったリードを作成。地上探索に馬を使うかわかりませんが、でもダイヤツルハシの村までは馬の方が楽なんです。そしてまたかなどこターン。先ほど作った効率強化棒のみを合成し、採掘用ツルハシ3本目の入手です。さらに4本目。最後に採掘用ツルハシの2回目の修理をし、ほぼ耐久マックスの採掘用ツルハシが4本揃いました。随分貯めたという感じだけど、この辺りの周回ならあまり長くは持たないわよね。この4本を破損寸前にするまでに掘り切れるのは多分43周目までです。さて、コツコツ収穫してきた人参はこの時点で10スタックを超えました。もう多分十分。これでダイヤ1万個までの食料は持つはずです。これほぼ全部金の人参として食べること考えると、多いわね。さて色々あったので今回はここまでです。次回はもうちょっと掘って金リンゴ7個目を作ったら、広域地図2枚目の地上探索しようと思います。もし村がなかったら、あるいはリンゴ取引する村人いなかったらどうするの？辛いです。それはそうよね。それではまたね。バイバイ。